5年日記を使い終わりましたので、そのレビューをしたいと思います。5年間の日記を使ってきてどのようなことを感じたかなどですね。こちらが私が5年間使った日記です。こちらみどりさんの5年連用日記ですね。こういうケースに入っててハードカバーなんですよね。結構ごっつい感じの割と重さがある布製のですねカバーになってます。扉の模様がついてますね。でこちら5年日記の特徴なんですけれど、行数が少ないんですよね。このみどりさんの5年日記の特徴だとだいたい何行4行ですね。日付のところプラス4行で行数が少ないと。これは日付は入っていて年号と曜日を書けるようになっている日記なんですけど、行数が少ないので、私が基本的に何を書いているかっていうことを話すと、その日にあったこと、本当に日記です。あんまりだらだら書いたりしないですね。シンプルに行数も少ないので、その日にあったこととか食べたものとか、ランチとかね、その日に会った人とかその日に起きたこととか、仕事のこととかね、買ったものみたいな、特にルール決めてないんだけど簡単な日記かな本当に。であんまりいろいろ思ったこととか書くことはしない。もう思ったこととかいろいろ書くのはこちらのノートですね。これはブレストとか普段のたくさんジャーナリングをするためのノートで、こっちは結構記録用ですね。5年日記のいいことはもちろん去年とか2年前とか何があったかなっていうのがすぐ分かるっていうので結構面白いんですよね。結構書いていると、この出来事からもうこんなに経ったのか、もう丸1年か丸2年かって思うこともあれば、あれまだ1年しか経ってなかったっけとかいう、これが面白いですよね。なんか時間って伸び縮みするのか、自分の記憶とどれぐらい昔かっていうこととかなんか変わってるんですよね。でいろんな自分の記憶もやっぱり頭の中でどんどん変わっていくのが分かる。記録見てるとあれちょっと違う、こうだったんだっていうのを思い出す新たな気づきがあるんですよね。あとは書いてると記憶するというか、より記憶に残るみたいなことがあって、頭の整理になるというか、1年経ったなっていうのでちょっと気持ちの切り替えとかにもなるし、すごくその記憶とか頭の整理にすごくいいかなっていうのを感じました。一方で面倒なこともあると、これちょっと大きいんですよね。なんか重たいので、私がジャーナリングの動画でも言ったんですけど、結構重量を気にする派なので、重いと持ち運びがしにくいじゃないですか。カバンの中でね、本だの何だの手帳だのこれだのって持っていけないので、これの宣伝文句には持ち歩きたくなるみたいな書いてあったんですけども、ならないですよね。これ重いんだから、持ち運びできないので、基本的には家に置いとくと旅先には持っていかないということは、旅行中は書けないってことなんですよね。でそれどうするかっていうと、私の場合は自分手帳にいっぱいメモっているので、こういうやつね、自分手帳にいっぱいその日起きたこととかバーッとメモっているので、それを参考にして書いたり、自分の撮ったスマホの写真を見ながら何月何日この日だな、これあったなって書いたり、でそれでもヒントがない時は私は結構ツイッター X をやっているので、ツイッター X で自分どういうつぶやきしたっけとか、いろんなヒントを集めながら、書いていくと。で毎日書くっていうことを、全部埋めるっていうことをしなくていいっていう人もいるけど、私は全部埋めたいと思ってるんですよ。これ手帳は埋まらなくていいんだけど、この日記帳は全部埋めたいと思ってて、その場合どうするかっていうと、後から振り返って書いたり、だから1ヶ月いない時は1ヶ月分書いたりとかするわけ。埋めるんだけど、大したこと書かなくていいわけ。最低の時はね、もう今日何してたっけとか一言しか書いてないし、あとずっと仕事とかずっと作業とかしか書いてない日もある。でもそれでもいいわけですよ。全部埋まってるっていうのは私は結構気に入ってるわけで、あと数日、今日28日
今年もあと残り本当にわずかですけども、それだけを埋めれば完成するというわけです。もう一つのポイントは万年筆で書くっていうことなんですよね。私インクとか万年筆とか結構好きで買い集めてるのあるんだけど、こういう万年筆で、これはコクーンかな、パイロットコクーンの万年筆なんだけど、好きなインクとか万年筆で書くことによって文章が丁寧になるかなっていう感じが私は好きなんですよね。だから万年筆でなるべく書く。万年筆がちょっと用意できないなっていう時は普通のカラーペンで書いたりするんだけど、だからいろんな色があるけど、万年筆も気分によってインクを変えたりしているので、いろんな色で綺麗に仕上がるかなとは思いますけど、あまりねデコレーションすることが目的ではないので、この色綺麗だなとか思いながら万年筆を使うことで、丁寧に気持ちを整理するというか、気持ちが落ち着くというか、そういう感じになるかなって思ってます。じゃあ私の振り返りをしようかなと思ってね。どういうふうにまとめればいいの？これ見ていろいろ振り返ってたんですよ。2020年からさ2024年までなんだよね。仕事のこととか旅行のこととか旅のこととかね、結構多いかな。あとはデイリールーティンでね、毎日同じお店に行ってるとか、同じスーパーで買い物して、同じカフェに行ってみたいなの結構多いけど、それもね、年を経るごとにちょっとずれてきたりっていうか、ちょっとずつ変化もありつつ、割と同じみたいな、ほぼ同じみたいなのも多いかな。だいたい年始は両親のところに行って、弟たち家族とかも含めて過ごすかな。2020年何がありましたか？この年はあれだよね、コロナ大ブレイクですよ。本当大変な1年だったよね。まだひどくはなかったんだ。20年の1月はタイ旅行、こちらタイ旅行ね、動画もいっぱいあるんだけど、近所のタイ料理屋さんのママがタイ出身なんだけどさ、タイの北部の方の村生まれで、そこにそのママの旦那さんとお友達と私と4人で珍道中だったんだよね。で、うどん谷とかいろいろ行ったね。タイはここに動画ありますので、よかったら見てください。楽しかったな。でもその後仕事がすごい忙しくなってるね。開発コンサルタントってね、国際協力の仕事させてきて、プロポーザルすごい書いてるね。あとね、ティールファンね、ベリーダンスのね、ティールファンっていうのがあるんだけど、それの練習とかしてる。だんだんロックダウンになって、完全在宅勤務になったんだよね。そこから変わってきた感じ、いろんなことが。でもやっぱ私通勤するのがすごい辛いタイプだったから、結構きつかったんで、通勤するのだから本当在宅勤務になってありがたかった。フル在宅だからさ。その後ね、勤めてた会社はずっと在宅になったのだってコンサルタントの仕事なんてさ、在宅でほぼほぼ全部できるわけ。出張とかそういうのは別だけど、割とできるわけですよ。で、ほら途上国とか、アフリカの国とかもオンラインでいろいろできるでしょ。トークもできるしさ、会議もできるしさ、ほとんどのことが在宅でできるっていうのが分かった時だったよね。できるんだけど出勤してたわけよ、ずっと。でも強制的にコロナっていうのがあってさ、働き方が変わった面もあるわけ。在宅になってね、開発コンサルタントの仲間の皆さんと一緒にスナックひとみっていうのやったのね。これはこのチャンネルじゃなくて、スナックひとみ用のチャンネルがあって、10回だけやってるんだけどね。すごく面白かったなね。旅行もだから結局行ってないよね。でも在宅勤務になったことで、家の近所にランチ行こうとでランチインスタを始めたんだよね。2021年は何してたんですか？だいたい毎日割とカフェ行ってた。近所のカフェで仕事していろんな作業してたね。ベシーヘッドさんの翻訳出版をしたくて、で当時は雨雲出版作ってなくて、もちろんいろんな出版社さんに話を持っていってはなかなか苦労してたっていう時期だったのね。ですごく親身になって考えてくれた素晴らしい編集者もいたんだけども、大体はなかなかねうまくいかなくて、話も聞いてもらえないみたいなところで苦労してた。
なんかうまくいかなかったんだ。仕事もさ、プロポーザルいっぱい出してさ、なかなかうまくいかなくて辛かったんだよね。この時だから出張ね、あんまり行ってないんですよ、実は。開発コンサルタントってすごいたくさん出張行くんだけど、私はその時はあんまり出張行けなかったんだよね。案件に入れてなかったから辛かったです。本当。でもその時も会社、お世話になった会社員っていうのはありがたいですよ。図書館とかカフェとかでずっと作業しているね。で、旅行もちょこちょこ国内では行ってたんじゃないかなと思う。2022年何があったかな。そうそう、新しい案件に入って西バルカンに行ったんだよね。セルビアに出張に行ったんですよ。1月から2月ぐらい。セルビアに出張に行ってさ、この時コロナになりました。コロナにかかったのよね。でそれで帰れなかったの。国から出られなくなっちゃって、セルビアで。でずっとホテルに缶詰になってしまって、もう出張も本当になんか意味ないというか、ホテルで缶詰だからさ、ずっと作業してるみたいな感じ。でその動画もあります。はい、ありがたいよね、いろんなことがね。でちょっとメンタル的に落ち込んじゃったっていうのもある。そういうきっかけの一つだったのかもしれないな。もう一回西バルカンに行ったんだよね、また何ヶ月か後に。ボスニアヘルツェゴビナでしょ。初めて行ってすっごい綺麗な国だった。ボスニアヘルツェゴビナね、昔内戦があっているとこだけど、すごい素敵だったな。北マケドニアに行ったのね、スコピエ。でオフリド湖に行ったよね。これも動画ある。ポドゴリッツァ、そうね、モンテネグロでしょ。それからセルビア行ったよね。これは本当に面白い出張だったな。いろんな人に会って、いろんな国に行けてね、すごい楽しかった。なんかいろんな国に行きたくて開発コンサルやってるっていうとこもあるんだよね。ちょっとね、アフリカじゃなかったんだけどね、2022年。あと体調も悪そう。ちょっと婦人科系でね、悩みがいろいろあって、体調悪くて婦人科系の悩みがあったってなった。この辺もね、ちょこ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 しんどいって書いてあるんだけどね。あとベリーダンスも割と進歩があって、プロの方が集まる素晴らしいショーに出させてもらったりとか何回かあって、本当にベリーダンスもね、私もう十何年やってるんだけど、なかなか苦労してきた面もあるんだけど、進歩したかなと思って、本当プロフェッショナルな方と一緒にやらせてもらうとさ、自分自身も成長するなっていうのを感じたことも多かったですね。そうそう、伊豆大島に移住された寺田直子さんっていうトラベルジャーナリストの方に会いに行ったんだよね、私。そうそう、ハブ港の動画もね、すごいいい動画なんですけど、自分で言うのもなんだけど、ハブ港にさ会いに行ったんですよ。2023、2023年何があったか。会社を休職してたよ。なんかいろいろ辛くてストレス溜まってっていうのもあったし、理由についてはね、いろいろちょこちょこ書いたりしてるんですけど、本にまとめてもいいかな。会社を休職して、本当にね、会社上司には特にすごいお世話になったんだけども、いろいろ話をして、で、心療内科に通いつつね、会社もお休みして、で、大きな旅行には行かなくて、ちょっと気分転換にお出かけしたりとか、1泊ぐらいで出かけたりとかはあったけど、やっぱり自分の本当にやりたいこととかがすごいはっきりしているじゃない。ベシーヘッドさんの翻訳出版したいとか、ベシーヘッドさんの小説の翻訳出版したいとかをやってないけど、仕事で精一杯になってしまって、いっぱいいっぱいになってしまって、でその仕事もなんか何件も魂削ってプロポーザル書いたけど通らないみたいなのが続いててさ、で出張行ったら何もできないし、ベリーダンスも思うようにできないしっていうのですごい辛かったんだろうね。で体調も悪いしさ、で体にも出てたし、そういう体や心の SOS っていうのがね、ついに出てきて、で休職して、で、ちょっとずつね、自分のヒーリングプロセスっていうのかな、いろいろミュージアムに行ったりとか、博物館行ったりとかさ、国立博物館行ったり、いろんなところにね、いろんな人と会ったり、
出かけていったり、自分のやりたかったことちょこちょこ小さなことやり始めたりっていうんで、プロセスやった後、やっぱり癒しのプロセスやった後、なんかこの時にある編集者の方と出会ったんですよね。でそれがすごく大きかったんだけど、結局ボツワナ行こうって思い立つんですよ。ボツワナに私ずっと行ってなかったのって、いくら仕事でアフリカに行ったとしてもいろんな国に行ってるけど、別にボツワナで仕事がない限り行かないじゃない、ボツワナ。で自分で行けばよかったのに、なんか最後に行ったのがね2007年とかだったんですよ。ジンバブエに住んでた頃ね。で16年ぶりにボツワナに行きましたっていう動画あるんだけど、でやっぱ2023年一番大きなボツワナに行ったことですよね。で1ヶ月半ぐらいかな、いろいろセロウェでベッシー・ヘッドさんのアーカイブを見たりとかで、いろんな方にお会いしたり、トム・ホルツィンガーさんやヒュー・ピアスさんやメアリー・リドラーさんとかね、すごくいろんな方にお会いしてお話しして、本当に人生の中で大きな出来事でした。さっさと行けばよかったんだよね、ボツワナなんて。確かにちょっと遠いんだけど、頑張っていけば行けるところなんだしさ。でもずっと仕事とか思ってて行かなかったんだよね。そんなこんなでさ、2023年はさ、ボツワナに行ったってのが大きかったかな。で帰ってきて、急に一人出版社を作るっていうことを考え始めたんですよ。これもいろんな文章に書いてる、本にも書いてるのでぜひ読んでほしい。結構なんで一人出版社に向いたかったかっていうところも書いてある。ちょうど、婦人科クリニックに行って手術を受けることが決まったんだよね。でもその夏もいろいろあったんだけど、初めて雨雲出版を作って文学フリマに出て、その週に入院して手術をしたっていうね。それが去年2023年の11月とかだった。でその後急にね引っ越すことになって、急に決めたんですよね。パートナーの人と住むことになって引っ越したのが2024年今年の1月だったんですよ。引っ越しました。お引っ越しの動画もあるね。で2023年はだから会社を退職しました。まとめのところに書いてある。会社を休職しボツワナジンバブエに行き、手術が決まり会社を退職して雨雲出版を作りブーフに出た、子宮全摘した、一緒に住むことになった。すごい1年ですよね、2023年ね。そして2024年も雨雲出版を頑張ってますと。お引っ越ししていろいろ本作りのね話も進んで、旅行もねちょこちょこ行って、夏にはアメリカに行ったんだよね。ニューヨークに初めて行って、ニューヨークと、バッファローといろいろロチェスターと、あとはカナダに渡って、ナイアガラフォールズとトロントでね、この動画もいっぱいあるよ、見てくださいね。で雨雲出版もねきちんと形にしようと決めて、作業を進めているというのが12月ですかね。2020年始めた時は、これが終わる頃にはどうなってるんだろうな自分みたいな、どこにいるんだろう自分みたいに思って、誰といるんだろうとかね、新しくねそういう出会いもあって、で仕事の出会いもあって、でまさか会社を辞めると、でまさかボツワナに行くと、でまさかベッシー・ヘッドさんの出版のために自分で出版レビューを立ち上げると、手術もするというようなことをね思ってもみなかったこの5年間ですよがここに詰まってるですよ。5年日記ね、そういう意味ではすごく面白いなって思います。それで新しい5年日記はこちらにしました。同じみどりさんの5年連用日記で、ちょっとおしゃれなで色違い、これは帯がついてるからねちょっと違うんだけど、でこういう黒い色ですね。これすごい素敵です。同じような布張りのね、ハードカバーでこういう感じです。見えるかな、こういう感じですね。新しい5年、一体どんな5年間になるんでしょうか。楽しみにしてるのでございます。
ね。皆さんどんな年末をお過ごしですか。2025年が素晴らしい年でありますよ。5年日記やったことあるという方はぜひどんな感じだったか教えてください。これから始めてみようという方、ぜひ、お好きな5年日記やね、ちょうどね1月なので1月から始めても良いのではと思っています。5年日記でございました。ここまで聞いてくれてありがとう。今年も雨雲出版ありがとうございました。本にねいろんなことをこれまでの経緯とか出版翻訳までの経緯とか書いてあるのでぜひ見てください。旅のこともねだいたい YouTube 動画にしてあるのでその動画を見ていただけたら嬉しいです。良いお年をお迎えくださいね。